じらせハウスへようこそ。あきです。キッチン浄化 DIY 計画第5弾。前回巨大カップボードの扉リメイクを終え、それに合わせたニュー冷蔵庫も無事に編入完了しました。だが順調に進んでいるかのように思えたカップボード DIY に次から次へと難問が降りかかる。安西先生、 DIY がしたいです。はい、前回のコメント欄から引用させていただきました。コメントくださった方ありがとうございます。先日 YouTube のコミュニティとインスタのストーリーでこじらせハウスに関する疑問やご意見を募集したところ、たくさんのご質問や励ましのお言葉をいただきました。コメントくださった皆様本当にありがとうございます。今日は DIY の流れを止めずにバックグラウンドアンサーしていきたいと思います。わしは DIY だけ見ていたんやという方のために字幕では淡々と DIY 内容を解説しておりますので、音声を無視して字幕で楽しんでいただけたらと思います。それでは久々のデュアル放送オン。はい、まず最初のご質問、 DIY に関するものからいってみましょう。ちなみに質問以外の励ましや雑談部分もしっかり読んで喜んでいますが、動画でははしょらせていただきますのでご了承ください。塗料の匂いが苦手なのですが、壁に塗った後ってどのくらいの間匂いが充満していますか？これは室内の前提だと思うんですが、室内の壁に塗るのはほぼほぼ水性塗料。個人的には水性塗料はほとんど匂いが気になったことがないですが、無臭ではないので苦手な方からしたらきっと気になるんですよね。おそらく 2,3 日気になるんじゃないかなと思います。匂いに敏感な方は真夏真冬と雨風の日を避け、窓を全開にして塗り、そのまま 2,3 日開け放しておくのがベストなんではないでしょうか。2階のトイレとか狭い場所でまず試してみるのもいいかもしれません。油性塗料は刺激臭で Go to heaven してしまうので絶対に室内ではやめておきましょうね。続いても DIY に関する質問。丸のこ初心者で購入したものの未だビビって使えず、あきさんは工具で怖い経験ありますか？工具で身に危険を感じる経験はまだないんですが、常に怖いです。でもこの怖いが重要なんです。工具で事故が起こる時って怖いがなくなって慣れに変わった時だと思うんですよ。怖いと感じている間は大丈夫だと思います。思い切って最初の一歩を踏み出しましょう。真後ろに立たない、手を置かないを徹底すれば大丈夫。ちなみに秋の最初の一歩はこれです。絶対に真似してはいけない丸のこの使い方です。悪いお手本としてぜひ参考にしてみてください。ここでなんと DIY に関する質問終了。あれこれ DIY チャンネルじゃなかったっけ？おかしいな。まあいいか。次、2番目に多かった質問。今後の DIY のご予定などを伺いたいです。まだリスナーが知らないこじれ部屋が存在するのか気になります。お庭や駐車場なども登場するのでしょうか？洗面所の DIY が見たいです。これはまずまだ紹介してないこじれ部屋はズバリ2階の主寝室です。シングル2つ分のキングサイズベッド、ウォークインクローゼットがあり、長男部屋にあった大量の漫画や DIY 用品が押し込められております。寝室 DIY は一番最後になるんじゃないかなと思います。こじらせの残党として残しておくっていう手もありかとも思うんですけどね。こじらせミュージアム的な、いらんか。今後の予定はキッチン、リビング&和室、庭、洗面所、階段、寝室ってとこでしょうか。今日も後ほどちらっと登場するお庭も実は今キッチンの次に一番なんとかしたい場所だったりします。もへじ作の縁台は朽ちてきてるし、かつての芝生は芝通り越して草むら、小人潜んでそう。このように素敵な仕上がりとなっているこじらせガーデンですが、人目も気になるし秋のうちにやりたいのでリビングより先になるかも。続いて動画編集について何件か来てました。動画編集は以前からしていたんですか？ナレーションは原稿に起こしてから読んでますか？動画編集歴はインスタでこじらせハウスを始めてからなので1年ぐらいですね。まだまだひよっこですね。動画編集を始めてからの軌跡が全て見れますので、よかったらインスタをチェックしてみてくださいね。コメント欄にリンクを貼っておきます。ナレーションは YouTube で初めて入れたんですが、もちろん即興喋りではございません。動画編集は初めに素材を並べ、それを元に台本起こしから始まります。そして読み上げる。こんな風にシュールでしょ。ちなみに感情が乗りすぎて台本を無視しちゃった結果、たまに字幕とナレーションが違うということが起こります。この時とかそうですね、字幕と全然違う。そしてスラスラ噛まずに早口で喋れている風になってますが、実際 NG 集だけで余裕で1本動画作れそうなくらい噛んでます。そしてこんなに早く喋れません。エピソード1を作った時、自分の舌の回らなさに驚愕したのを覚えています。皆さんにテンポの良い動画をお届けするために苦肉の策として地声を 1.35 倍速にしております。動画内での地声の会話は全て台本なしのリアルな会話ですよ。当たり前か。はい、ここで引き出し DIY にが立ち込めてきた模様。続きは後半にして一旦 DIY にお返ししましょう。設計ミス発覚。足りない底が。何これ。こう来てこうなってこう来て足りない。もう板ない。どうすんの？前板を取り付けるとありえない隙間が開く。何この引き出し。こっちの短い方の底板に合わせる作戦でいこうと思います。こっちを切る。横板を切る。
他の引き出しよりはちょっと奥行きが狭くなるけど、まあこれも入るし、かき氷機がジャストフィットしたしまあいいか。はい、切ってきます。横板をカットして仮組みしました。引き出し側にもレールを取り付けます。なぜ間違えてしまったのかは分かりません。ちゃんと測り、図面を起こし、ちゃんと切ったはず。もう能力の限界としか思えません。理想とはずれてしまい、一旦はがっかりしましたが、事実を受け止め、臨機応変に対応して先に進みましょう。まだまだやることは山のようにあります。このスライドレール引き出し DIY なんですが、事前に調べた情報によると、素人にはかなりハードルが高いとか、ミリ単位の精度が求められる作業です。それもあり、ちゃんと動作するかを確かめてからボンドでつけたいので、仮組みの状態で引き出しを入れようとしています。今回も前回に続き、接着は全てビスケットジョイント、ボンドでくっつけてしまえばもう修正はできません。これ以上失敗したくないという気持ちでいっぱいです。でも仮組みの状態で動作確認をするのが無理ゲーすぎる。今思えば養生テープなどで仮止めすればよかったですね。それも思いつかないくらいテンパっていたんでしょう。無理して引き出しがズタボロになってしまう前に諦めてボンドで仕上げましょう。乾いたので引き出しだけの状態ではめてみましょう。なんか斜め。なんとかはまりました。すごく斜めですが動作しているようです。あとは前板を水平につけれるかどうかが最後の難関です。ジョイントカッターで穴を開けていきます。やばい、斜めになっています。右がくっつきすぎてる。修正してボンドで仕上げていきます。あれ、なぜか今度は左がくっつきすぎています。なんとか乾く前に治らないか四苦八苦しますが、少し斜めのままフィニッシュ。スライドレールの元々の性能の限界もあり、引き出すのに力がいるし、戻すのも力がいります。でもなんとかこのまま使えそうです。既製品と同じ力で締めてもこのように締まりません。でも少し力を加えればちゃんと締まります。よかった。よく見ると穴はありますが、何もなかった場所に一から自分の手で他と馴染む引き出しが作れたことにまず感動しております。息子にそれを力説して嫌がられております。続いて超ロングスギカフェ板の登場です。このスギカフェ板をつないで素敵な無垢カウンターを作ってみようと思います。DIY に興味がある方なら一度は目や耳にしたことがあるんではないでしょうか。今回カウンターを無垢の木材にすることにこだわった秋。無垢の木材ってとても高級なイメージがあるんですが、このスギカフェ板はなんといってもリーズナブル。国産の間伐材を有効利用する目的もあるため非常に低価格です。それでいてちゃんと木材の質感の良さも併せ持っています。予算の限られた DIY においてこれほどうってつけの材料があるでしょうか。そんな初スギカフェ板に浮かれる秋に、この後安いゆえのデメリットという現実が降りかかるのであります。動画等で散々予習していたスギカフェ板 DIY ですが、まず買い出しの段階で最初のつまずきは訪れます。それが節探せど探せど節だらけなのです。動画で見たカフェ板はこんなに節なかったのにな、おかしいなと思いつつ、在庫が大量にある大きなホームセンターへ1枚4メートルのスギカフェ板をひたすら取り出して吟味する秋&モヘジ。10枚目、まだ節しかない。運悪くスギカフェ板置き場が一番下なので、もうカフェ板スクワット状態。大臀筋も震え出した15枚目。もう節のない板なんてきっとと諦めかけた時、突如一つも節のない綺麗な板が姿を現しました。そこから嘘のように節なし板4連チャン大フィーバー。筋トレ夫妻はようやく無限カフェ板スクワット地獄に終止符を打つことができました。綺麗なスギカフェ板をゲットした DIYer の皆さんの背景にこんな重労働があったとは驚きです。またこうして秋のような執念系 DIYer の手により節のないカフェ板から売れていくため、どんどん節なしスギ板に出会える確率が下がっていくわけですね。かくして必死の思いでゲットしたカフェ板カットしてボンドでくっつけます。接合部分はつなげやすいようにこんな形になっています。ここから
は質問コーナーの続き行ってみましょう。カメラと三脚ですね。これです。ソニー ZV-E10。レンズは 11mm f1.8 の超広角単焦点レンズ。初めて購入した一眼レフ。エントリーモデルなのにこんなに高いの？一眼業界どうなってんの？と悶絶しましたよ。ただ全然使いこなせてないのでカメラも頑張りたいです。続いて嬉しいご意見。なんでそんな面白い動画が作れるんですか？普段から面白いんですか？それとも動画のために多少無理してますか？これはまず、秋は生まれつき人を笑かすことが大好きなナチュラルボーンおふざけ人間なんですよ。動画のために自分にないものを無理して出そうとしても長続きはしないし、秋は決してそんなストイックな人間ではありません。面白い動画にしたい、楽しんでもらいたいという気持ちがもちろん大前提ではあるんですが、台本を起こしているうちになぜかどんどん自然と勝手におふざけ要素が増えていってしまいます。滑ると感づいていても入れずにはいられないおふざけニストの差がとでも申しましょうか。何もないよりは滑った方がマシと思っちゃうんですね。ゆえに大丈夫かな、ふざけすぎてないかなという気持ちの方が大きく、なんなら呆れられないように小ボケを削っているぐらいです。なので面白いと言ってもらえるととても嬉しいですし、安心します。今後も秋が滑り散らかしていたら全くもうしょうがないなと温かい目でご視聴いただければ幸いでございます。続いて秋に関する質問いくつかいただきました。趣味、好きな音楽、映画、作家、YouTuber 等々、一気に回答ドーン。第一趣味は音楽。実は秋、長男が生まれる直前までバンドマンでドラマーでした。ノーミュージックノーライフを字で言っております。街でよく車の運転しながら一人で恥ずかしげもなく歌ってる風の人見かけませんか？あれが秋です。長距離運転の際は必ず喉がやられて家路につきます。好きな音楽はもうありすぎて草絞れません。こじらせハウスに出てくる BGM は全て秋の好きな音楽で構成されております。動画作りの根幹にあるのが音楽。秋の場合、素敵な BGM との出会いなくして動画は作れません。こんなに素敵な BGM がフリーで使わせていただけることに常に感謝しております。 YouTube を始めてからは素敵なフリー BGM 探しも一つの趣味になってますね。マツコの知らないフリー BGM の世界とかやらないかな。続きましてといきたいところなんですが、思いのほかたくさん質問をいただきまして尺が足りません。一番多く質問いただいてたのが、なんと旦那もヘアンとの馴れ初めお互いの好きなところっていうか、いりますそれ。思わぬ公開処刑に秋は質問募集したことを若干後悔しておりますよ。しかし来てしまったからにはちゃんと答えます。その他の質問も含めまた次回のお楽しみにとっておきましょう。いらねえよと思ったらすぐさまコメントください。今ならまだ止めれますからね。また今後質問募集していなくても随時コメント欄をチェックしていますので、疑問が生まれた際はお気軽にコメントくださいね。くっついた巨大カウンターの幅を片方だけ切り落としています。こんなに長い距離を丸ノコできるのは初めて。緊張です。今回元のカウンターに倣って手前に来る部分を L 字にしなくてはなりません。モヘアンにそれを伝えたところ、素人には止めはぎは難しいからやめとけよと謎の言葉を残し去っていった。言葉の意味はわからんが、とにかくすごい悔しいので調べたところ、これは難しいからこっちにしとけってことらしい。なんだと？ご忠告ありがとう。そして私の闘争心に火をつけていってくれてありがとう。やったろうじゃん。素人にだってできるもん。無理って言われるとやる気に火がついてしまう厄介な素人ここにあり。というわけで素人には難しいらしい止めはぎに挑戦してみることにしました。とはいえジョイントカッターという紙工具ありきの話。ジョイントカッターがなければ諦めざるを得なかったと思います。できるかはわからないけど紙工具頼みでプロクオリティを目指してみましょう。丸ノコによる45度カットは成功しました。ほらできるじゃん、余裕と木工をなめ散らかすど素人にこの後天から容赦なき試練が降り注ぐ。いい感じ。暑すぎる。汗ダクダク。いいな。ぶつくさ言ってないでさっさとやっていきましょう。ジョイントカッターを45度に調節し、このように接合していきます。サクサクやっているかのように見えますが L 字に剥ぐのは初めて。この45度に調節するという正解を導き出すまでに数時間かかっております。カウンターの長さは 2700mm、ジョイント箇所は10箇所以上に及びます。ボンドを塗っていきます。これを一気にはめ込むことなど可能なのでしょうか？全く未知数です。やってみるしかない。全部合わせるのマジで無理ゲーなんですけど。ここで気づく。斜めにくっついてるゆえどっち方向に叩けばいいのかがわからない。正解がわからないままただただ叩く。ある程度までははまったけどそれ以上ぴったりとはくっつかない。ぴったりいかないね。早くしないと。
もたもたしているとボンドが乾いてしまう。慌ててベルトクランプを探しに行くアキ。毎度段取りの悪さが足を引っ張る。一番正面の一番目立つ場所、失敗するわけにはいかない。そんな場合じゃない時に限って出るくしゃみ、苛立ち倍増。木がへこむほど締め付けてもこれ以上くっついてはくれません。万事休す。ものすごく空いた隙間に絶句。しかも2700ミリ分全部。